まず写真の魅力っていうところからいくと、写真っていうのは記録的な要素が強いものですので、残るっていうところですよね。でそれはもちろん物理的にっていうこともあるんですけども、記憶にも残るものだと思ってます。例えば、亡くなった方の顔を思い出す時って、私の場合は映像じゃなくて静止している写真の状態なんですよね。でその方の一番いい顔を写真として記録して、それをずっと記憶し続けることができる。でそれがまず写真の魅力なのかなと思っています。スナップの魅力っていうのはやはり瞬間瞬間をシューティングし続けるところにあると思うんですけども、その時の体力ですとか、あと精神状態がダイレクトに影響されるから、そこが面白いなと思っていて、例えば、撮り始めの頃っていうのは少し時間が経ってからの方がいい写真が撮れたりすることもあると思うんですけども、それっていうのはその街と自分がこうして撮りやすくなるっていうのもあると思うんですけど、あとはただ純粋に歩いて体が温まってで反応が早くなるっていうのもあると思うんですね。でスナップっていうのはひたすら歩いてでそれで目が反応した瞬間に撮るっていう、直感頼りのところがあるので、だからもう GR のように、傾向性が高いことが大事だと思っているし、で体の一部のように寄り添ってくれる存在でなくてはならない。でそういった意味では GR ってスナップしていると私の目であり手でありで感覚器官の一つであるような感覚になりますね。純粋にモノクロ写真が好きだっていうのもあるんですけど、うちにある写真集とか、あとは飾ってある写真もほぼモノクロなんですよね。中にはもちろんカラーもあったりするんですけど、やっぱりモノクロ写真っていうのはなんか色合いがなくて寂しいとか、そういうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、私にとってやっぱり光と影のコントラストがはっきりと見えて、より構図が美しく見えるっていう認識がありますね。そういう、潔さ、あとは無駄な情報がないっていうところに惹かれて、私もモノクロを撮るようになったんじゃないかなと思います。で他にも、ハマというシリーズだともう全部モノクロで構成してるんですけど、それに関してはやはりサーファーとかサーフボードとか結構カラフルなものが多いんですよね。それで、その色という情報がもうちょっと私にとってはうるさく感じられたっていうのもありますし、あとは波のしぶきだったりとか、あとは富士山の稜線とか、そういったフォルムとか構造物、ちょっとしたディテールとか、そういうのをより際立たせるためにモノクロで撮るようにはしています。2018年に写真展を行って、でそこでは東京、名古屋、大阪と巡回展を行ったんですけども、名古屋でのことなんですが、当初お客さんも全然来ないし、で写真集も売れないし、本当にどうしようかなと思ってたんですけども、終わってみたら2回以上来てくださるお客様がすごく多かったんです。で一度写真展に来て、で写真集をお買い上げいただいて、でその写真集を見ていたらもう一回来たくなったっていう方もいらっしゃいましたし、あとは、一度展示会に来て、でまた見たいと思ってまた2回3回って来てくれて、で最後に写真集を買っていってくれたりとか、あとは連日通っていた酒屋さんがあるんですけども、そこの酒屋の店主がお店を開ける前に来てくれたりとか、あとは、大阪でもすみません、またお酒の話になっちゃうんですが、よく行く立ち飲み屋で写真展をやってるんですっていう話をしていたら、翌日常連さん同士で来てくれたりとか、写真ってなんか撮影時の出会いっていうのももちろんあると思うんですけども、撮影してからも心があったかくなるような、いい出会いを運んできてくるものだなと、思っています。あと茅ヶ崎に引っ越してきて、で来年で8年目になるんですけども、その間に浜でよく会っていた知人を2人亡くしてしまったんですね。でその2人の家に私が撮影した写真が使われるということがあったんですが、自分で言うのもなんですが、どちらも2人の良さが出たすごくいい写真だったんです。で
でそれで葬儀に参列していると他の知らない方からいい写真だよねっていう声がちらほら聞こえてきて、でよく百人一首とかね古今和歌集とかでも読み人知らずの歌って結構あると思うんですけども、そんな歌みたいに誰が撮ったかそういったことは置いといて、誰かの心にその人の最後の記憶としてその写真が生き続けていってくれたら、本当に嬉しいことだなと思った出来事でした。被写体と対峙するっていうよりは寄り添うような感覚でいることを心がけていて、でもう長いお付き合いのあるファッションブランドがあるんですけども、そこでも店内でスナップ的な撮影することがよくあって、でそういう時に大門さんってよく消えるよねって言われるんですよ。で自分の存在を消しつつ、でもその中のその被写体の美しさとか光の揺らぎを探して、でそこをそっとカメラの中に持ち帰るような、そんなイメージで撮影はしています。写真を始めたきっかけというのは、高校生の頃からもちろん使い捨てカメラですとか、そういったコンパクトカメラも使っていたんですけども、本格的に写真を撮り始めたきっかけとなったのは、大学生の卒業論文がきっかけでしたね。というのも当時スライドを用意する必要があって、一眼レフにポジフィルムを詰めてで撮ってこなくちゃいけなかったっていうのがあって、でそれで初めて一眼レフを購入し、でそれでポジフィルムをもうそれこそ何十本持ってったんだろう、30本とか50本とか、そのぐらい大量に買い込んで、でそれでスペインに渡って撮り始めたっていうのがきっかけでしたね。本当はね資料をたくさん撮らなくちゃいけなかったんですけども、資料は、もちろん撮ったけどどっちかっていうよりはスナップの方に夢中になったっていう記憶があります。もちろんフィルムだから撮ったその場では見えないんですけど、なんかもう自分の思い通りに撮れてる楽しさ、それをなんか一番感じたのがスナップだったんですかね。でその卒論のテーマっていうのがアルハンブラ宮殿っていうスペインの世界遺産、それのイスラム時代から続く水路技術とか、そういった結構目線が下に行くような写真が多かったんですね。側溝を撮ったりとか、あと山に登っていってその雪解け水の筋をちょっと撮ったりとかっていう、どうも目線が下に行っちゃうことが多かったんですけど、スナップだと多少こう上に向くじゃないですか。で結構上を向くと意外と気持ちも明るくなるというか、そういったところがあって、多分そういった面も多少あるのかなと思います。気になる映画があったらできるだけ実際に映画館に足を運んで見に行くようにはしています。でもちろん今ねいろんな動画配信サイトとかたくさんあるので、それで自宅で見てもいいんですけども、やっぱり映画って自分にとっては写真の展示と同様に体験だと思ってるんですよね。なのでいい作品にはきちんと対価を払って体験したいっていうのがあります。で最近見た映画で良かったのは、ベトナムのアシュメイ・フェアという女性の監督の作品なんですけども、その中でも第三夫人と髪飾りっていうね作品があるんですが、それは本当に光の使い方であったりとか、あとは情景の使い方、描き方、どれも最高に美しかったですね。であと気をつけていることっていうのが、本を読むこと。今ねやっぱスマホがあるのでどうしても電車なんか乗ってもスマホばっかり見ちゃうっていうことももちろんあるんですけども、やっぱり文章ですとか詩からインスピレーションが湧くっていうことは非常に多いですし、あといい文章にはなんかいい写真と出会った時のような喜びを感じます。 GR3 が 28mm で GR3X が 40mm っていう画角の違いはあるんですけど、自分としてはそんなに大きな違いは感じないというか、どっちも絶妙なんですよね。 28mm って近づけば 50mm 的に撮れることもあるし、 40mm も離れれば広角的に映る、そういった画角だから最初は使い分けって難しいんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことは全くなくて、本当直感的に
カバンにね2つ入るようなカバンを使ってるんですけど、こっちは40、じゃあこっちは28っていう感じでうまく使い分けができてたと思いますね。28で取った後に40ミリで新たに取り直すってこともしないし、40で取って違った、やっぱり28だっていう時もないし、やっぱりその時に撮ったカメラが正解っていう感じで、 GR っていうのは決して派手じゃないんですけど、でも常に私と共にあって、で必要な時に必要な役割をきっちりと果たしてくれる、きっとこんなマネージャーがいてくれたらいいんだろうなっていつも思います。でさっき自分の存在を消すっていう話をしたと思うんですけど、 GR はいい意味でカメラであるっていうことの存在感をもう限りなく薄く透明に近くした道具だと思ってます。その理由っていうのはもちろんこのサイズ感によるところが大きいんですけども、小さいけども、凝縮感があって、で品位がある、でどこへでも持ち出せるっていう理由はこのサイズだけじゃなくて、このカメラが持つ育ちの良さのようなところにもあるんじゃないかと